はいどうも B ショーです。今日はディズニープラスで配信されたスターウォーズのドラマザ・ブック・オブ・ボバフェットシリーズの新作ホットトイズボバフェットの情報が発表されたので、フィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿していて、登録者1000人まであと少しなので、ホットトイズだったり6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひねチャンネル登録お願いします。でスターウォーズシリーズの動画としては、このチャンネルでは多分初めてになりますね。というのも、シリーズの映画自体はほぼ全て見ていたんですけれども、ドラマシリーズの履修っていうのがなかなか進んでいなくて、先日やっと完走したんですよね。で動画にして紹介するのであれば、一旦一通り前知識をつけておきたかったというような気持ちがあったので、紹介していなかったんですけど、今後ねスター・ウォーズシリーズのホットトイズについてもプレビューとか、もしかするとレビュー動画なんかも出していこうと思うので、興味のある方はぜひご覧ください。それでは本題フィギュアについてです。この作品自体ディズニープラスでの配信は去年の年末から今年にかけての配信で、ホットトイズからはね、だいぶ前に4分の1スケールのフィギュアが発表されています。そして今回配信終了してから結構遅いタイミングで6分の1スケールのフィギュアが発表されました。でまずはねスーツコスチュームから見ていきましょう。で今回ねこのヘルメットが新規造形となっているらしいですね。ボバフェットについては、過去に何体かフィギュア化されているので、少し見比べてみたんですけど、正直あまりヘルメットとかの造形自体は違いは特にね分かりませんでした。ただ塗装についてはそれぞれ異なっていて、今回のモデルは結構ね綺麗な塗装が施されているのが特徴なんですけど、ところどころに汚れだったり傷といったウェザリング加工が施されているのがかっこいいポイントかなと思いますね。そしてこのヘルメットについているアンテナみたいなやつがあるんですけど、これね、照準距離測定器というらしいんですけど、このパーツは目線の位置まで下げることが可能なようですね。で実際にドラマの中でも、背面にあるバックパックからミサイルを放つ際などにこの標準器で狙いを定めているというようなシーンもあったので、そういったシーンをねフィギュアでも再現することができます。そして、特に印象的なマンドラーのアーマーだったりとか、あとアーマーの下に着用している黒いインナーもねよく再現されていて、体のシルエットとかもかなりリアルに仕上げられてるかなと思いました。スーツの縫い目とか見てもねかなり綺麗に作られていそうですよね。で両腕についているリストガントレットには付属品の火炎放射器のエフェクトだったり、あとワイヤーのような見た目をしているグラップリングフックをそれぞれ取り付けることもできそうです。こういったエフェクトパーツを使ってもね、劇中再現できるので、プレイバリューはかなり豊富なんじゃないかなとも思いました。それ以外にも足のアーマーだったり腰に巻いてる団体ベルトなどね、細部に至るまでとてもリアルな造形になっていますね。そして武器としてはガダッフィースティック、ブラスターピストル、ブラスターライフルが付属しています。このスティックなんですけど、劇中だとね、タスケンレーダーに教えてもらいながら自分で作っている姿がね、かなり印象的でしたし、まさかね自分たちで木から作っているとは思わなかったので、ドラマ見ている中で面白いなと思ったポイントでした。ボバフェット自身も旅立つ間際にこのスティックを自分自身で作ってるっていうのがねすごいですよね。で丸くなってる方に細かい模様がたくさんあるんですけど、それも教えてもらいながら自分で手彫りしていたりだとか、あと尖ってる方の先端についてもね、溶接していたりして、意外とこのボバフェット手先が器用なんだなと思いましたね。そしてブラスターピストルについては腰のホルスターに収容が可能となってます。ただねこのホルスターは見る感じ素材が合皮のようなので、時間が経つとね劣化するかもしれないなという心配点はあると思いました。でジェットパックについてもちょっとしたギミックがあって、噴射ノズルの部分に付属するエフェクトパーツを取り付けることで、飛行している状態の演出を再現することができます。おそらく差し込むタイプのエフェクトパーツになると思うんですけど、こういったところでも劇中を再現することができるようです。ただねジェットパックについているミサイルの取り外しについては今回不可能なようですね。もしかしたらできるかもしれないんですけど、今のところどこのサイトの記事を見ても特にそういった記載はありませんでした。でもねこのシルエットといい大きさも結構迫力がある点はねとてもかっこいいなと思いますね。で台座については足元は長方形の形をしていて、砂漠の地面が造形されています。一応今回この台座特別仕様らしいんですけど、至ってシンプルなデザインのジオラマ台座となってますね。で付属品については以上なんですけど、1点ね残念に思ったのが、ボバヘッド自身の素顔ヘッドが付属してないんですよね。これについてはねちょっとびっくりというか、デラックス版でもいいので出してくれてもいいのかなと思いました。過去フィギュアにはこの素顔ヘッドが付いているものもあって、結構ねクオリティ高いなと思っていたんですけど、今作には残念ながら付属しないようですね。でもドラマだと結構ね顔出していましたし、新規ヘッドとは言わなくても付属していてくれたらさらに良かったのかなと思いました。もしかすると今後アップデート情報
報とかがあってヘッドが付属することになる可能性ももしかしたらあるかもしれないので、期待しつつね、続報にも注目していきたいですね。続いて発売時期と価格についてです。今回の動画では国内ですでに予約が開始されているトイサピエンスと育ちトイズの情報をそれぞれ紹介します。まずトイサピエンスでは予約価格で45,000円、発売後は45,000円となっていました。そして発売時期は2023年の11月頃となってます。そして育ちトイズでは33,360円、発売時期は2024年の3月となっていました。例えば比較として付属品もほぼ同じだったマンダロリアン版のリペイント前のフィギュアと比較するんですけど、トイサピエンスでは発売後価格で44,000円、育ちトイズでも32,800円だったので、値段自体はねこんなもんかなというような感じですね。特に大幅な値上がりとか、ちょっとこの値段どうなんだろうというふうには思わなかったです。そして買う買わないについてなんですけど、スター・ウォーズシリーズまだ一体持ってないんですけど、このフィギュアについてもね、パスかなと僕個人的には思ってます。シリーズを通して一通り作品見たんですけど、このねボバフェットのシリーズはねあまりハマれなかったのが大きな理由ですね。逆にシーズン2まで放送されているマンダロリアンについてはめちゃめちゃ楽しめましたし、グローグが可愛かったりとか本当に面白いシリーズだったので、マンダロリアンのホトトイズについてはシーズン2版のホトトイズがね、来年の冬ぐらいかな発売予定となっているので、それをちょっと買うかもしれないです。あとは先日最終話の配信があったオビワン・ケノービシリーズのホトトイズ情報についても、そろそろ解禁されるのではと思っているので、その続報にもね期待したいですね。そちらも情報あり次第こちらのチャンネルで紹介していこうと思います。ということで今日はザ・ブック・オブ・ボバフェットシリーズの新作ホトトイズボバフェットの情報を紹介しました。このキャラクターについてはね、昔から登場しているキャラクターですし、ファンも多いと思うので、ホトトイズから何回も商品化されてるんですけど、ぜひね気になる方は予約していただきたいなと思います。ただね素顔ヘッドがついてない点はちょっと残念な気もしますし、ボバヘッドのホトトイズについては他にもね、たくさん魅力的なセット内容のフィギュアがすでに発表されていたりするので、1体でいいというような方はねいろいろと調べてみるといいと思います。個人的には王座がついているバージョンがねおすすめなのかなと思いましたね。でトイサピエンスの方だと過去のものについてはほぼキャンセル待ちになっていたと思うので、もしね予約検討されるのであればまだ予約受付している育ちトイズの方をおすすめします。そして概要欄の方に各種予約サイトの URL 貼ってあるので、気になる方はそちらからさらなる詳細のチェックや予約してみてはいかがでしょうか。そしてこの動画いいなと思った方はねぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。